ガンダム作品の主人公といえば、主役機であるガンダムを自在に操る卓越した操縦技術や平和を願う少年らしい実直な心で多くのファンを魅了してきました。一方で、時には主人公が霞んでしまうほどの素晴らしい活躍から、もはや誰が主人公なのかわからなくしてしまうほど視聴者を魅了するキャラクターも多く登場しています。今回はそんな主人公よりも主人公らしいキャラについて見ていきたいと思います。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容及び動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ゼクスマーキス。まず、新機動戦機ガンダムウィングからオズのエースパイロットであり、ヒーロの因縁のライバルとして活躍したゼクスマーキスです。操縦技術に関しては、ガンダムパイロットであるヒーロたちと同等、もしくはそれをしのぐレベルの高い実力を持ちます。また、ガンダムに勝つために、生身の人間が乗ることを一切想定していないトールギスを相手に選ぶなど、身を削ってでも勝利を目指す貪欲さを持っています。さらに、序盤はヒーロの感情が分かりにくい分、自分の甘さや立場に苦悩する人間臭さから、むしろゼクスの方が主人公らしさが際立っていました。物語中盤からオズを脱退した後はピースミリオンの一員として平和のために活動しています。その時期はヒーロがガンダムを地球に放棄して宇宙に上がっていた一方で、ゼクスは愛機と共に宇宙へと上がり戦い続けるなど、誰よりも戦士として振る舞っていました。しかも主人公であるはずのヒーローを差し置いて、小内主人公機であるウィングゼロへの乗り換えイベントをこなし、リリーナのピンチにウィングゼロで大気圏突入を行って駆けつけようとするなど、ヒーロー以上に主人公らしいイベントもこなしていました。終盤は平和を実現するために凄惨な戦争を見せて、人々に戦争をしたくないと思わせるような恐怖を植え付けるため、自ら悪役を演じるなどラスボス系主人公的立ち回りを見せています。ちなみにゼクスはドイツ語で6を意味するセイスから来ていることから、6人目のガンダムパイロットとしてデザインされていたと考えられており、そんな設定背景も踏まえると、ゼクスは歴代ライバルキャラの中でも屈指の主人公属性を持っているとわかります。作中では主人公のヒーロがガンダムに執着していなかったこともあって、なおさら戦士として実直な姿勢のゼクスは際立っていたのかもしれません。バーナード・ワイズマン。続いてポケットの中の戦争から裏主人公的存在であるバーニーことバーナード・ワイズマンです。本作の主人公はアルことアルフレッド・イズルハですが、アルはサイクロプス隊と連邦の戦いを通して戦争の虚しさを観測する少年としてデザインされている都合上、モビルスーツには一切乗らず、戦闘に関しては傍観者の立ち位置になります。そのためモビルスーツに乗って敵を倒すという一般的なガンダム主人公の役割を担っていたのがバーニーでした。作中では歴戦の兵士が集うサイクロプス隊の中で唯一の新米兵となっているため、序盤は未熟さが目立ちますが、アルとの出会いを経て守りたいもののために精神的に成長していきます。そして最終的にはアルたちを守るため自分を奮い立たせ、整備もままならないザクでガンダムに立ち向かっていきました。精神的に未熟だったバーニーが大切なものとの出会いを経て大きく成長していく姿は、まさに私たちがよく知るガンダム作品の主人公そのものでした。しかも宇宙世紀作品の中では初めてザクでガンダムを中破させるという華々しい戦績も挙げたことで、視聴者の中には彼を真の主人公と呼ぶ方も少なくありません。最後はミンチよりひでえ結末を迎え、アルにトラウマを刻んでしまいますが、その成長から最後までの姿はまさしく主人公的なものでした。ポケットの中の戦争におけるアルの立ち位置はガンダム主人公の幅を広げる重要な役割を果たしていますが、それはバーニーが王道主人公らしさを有していたからこそ成立したと言えるかもしれません。アスラン・ザラ。続いてガンダムシードシリーズから最も自由な男アスラン・ザラです。アスランに関してはもともとシードの頃からプロフィール文にもう一人の主人公と紹介されていたり、公式から準主人公ポジションとしての扱いを受けています。作中でもキラと共に核攻撃を防いだり、ジェネシスによる地球への攻撃を阻止するために時期を自爆させるなど英雄的活躍をしており、
かなり主人公ポイントは高いと言えるでしょう。また、シードデスティニーに関しては、中盤までザフト視点で描かれるので、必然的に、キラではなく、アスランが前作主人公的役割を果たしていました。特に、序盤は、キラが戦場に出てこない分、アスランが次世代主人公に前作主人公の貫禄を見せつける役割を担っています。ユニウス7の破砕作業における戦闘では、イザークたちと共にセカンドシリーズを圧倒する姿を見せ、シンを驚愕させていました。また、スペシャルエディションがアスラン視点で描かれていたり、コミック版シードデスティニー・ジエッジでは、物語がアスラン視点で進んでいったりと、完全に主人公として扱われる作品も存在します。さらに、シードフリーダムでは、キラのピンチに颯爽と駆けつけたり、ズゴックで最新兵器と渡り合ったり、キラを差し置いてストライクフリーダムに乗ったり、独身能力に対して愛する者を思い浮かべることで対抗したりとやりたい放題。また、戦闘面では、誰よりも余裕を見せ、ただ一人シードを発現させずに、アコードと専用機に対抗するなど、圧倒的な強さを見せつけていました。キラ・ヤマト、シードデスティニー版。続いて、シードデスティニーにおける、前作主人公キラ・ヤマトです。本作に関しては、監督曰くシン、キラ、アスランの3人が、主人公のストーリーとして作られているため、キラが主人公であることは間違いありません。しかし、多くの視聴者には、シンが主人公として認識されていることや、後半からのキラの活躍ぶりを思えば、確かに主役よりも主役していたキャラと捉える人が多いのも納得できます。ただ、作中序盤に関しては、全対戦で負った心の傷を癒すために、オーブで療養を行っていたため、ほぼ戦闘には関わっていません。そして、中盤以降、ラクスがザフトの隠密部隊に狙われてからは再びフリーダムに乗るのですが、新視点で物語が進んでいる都合上、敵味方問わず戦場を蹂躙するラスボスのような存在として描かれていました。しかし、ディランダルがデスティニープランを発表してからは、新たちが所属するザフトが人類にとってのラスボスとなったため、それを阻止する勢力として、キラたちが実質的な主人公として扱われるようになります。最終決戦でも、宇宙要塞メサイアを破壊し、ラスボスであるディランダルと対面し、銃を向け合うという、主人公らしすぎる活躍を見せていました。戦闘面も、ストライクフリーダムを託されてからは、真のデスティニーどころか、ラスボス機の例のレジェンドを無傷で撃破するなど、圧倒的な強さで戦い抜いています。エンディングのテロップでも、後半からは、真を差し置いて、一番上に、キラの名前がクレジットされるようになり、作品的にも真より主人公らしい扱いを受けていました。クワトロ・バジーナ。続いて、ゼータガンダムから、エウーゴのエースパイロットであるクワトロ・バジーナです。その正体はシャアーズナブルで、立ち位置としては前作のラスボスですが、本作では、主人公サイドの頼れる味方として活躍しています。作中でも、ニュータイプとして成長していくカミーユを、地球でアムロと合流するまでは、そばで導く役割を担っていたため、実質的に前作主人公のような役割を担っていました。そんなクワトロですが、第1話エンディングのテロップでは、シャアーズナブルの表記で、主人公であるカミーユを差し置き、トップに置かれていました。そのため、1話を見る限りでは、物語の主人公のように扱われています。この理由として一つ考えられるのが、実は、アニメ、ゼータガンダムの初期タイトルは、逆襲のシャアだったこと。つまり、シャアを主人公とした物語が展開される予定だった可能性があります。しかし、続編である、ダブルゼータの決定や様々な思惑が重なった結果、現在知られるゼータガンダムのストーリーになり、そのため、初期案の名残として、クレジットに、シャアの名前がトップで表記されていたのかもしれません。このように、クワトロに関しては、主役よりも主役のキャラというよりも、本来主役になるはずだったキャラと考えることができそうです。ちなみに、漫画、機動戦士ゼータガンダム、ディファインは、クワトロの目線で物語が再構成されているため、本作では、実質的な主人公となりました。デュオマックスウェル。続いて、ガンダムウィングから、ガンダムパイロットの中でも数少ない常識人デュオマックスウェルです。その陽気で人懐っこい性格から、どちらかといえば、主人公の側にいるお調子者キャラという印象を受けますが、主人公のヒーローが、序盤あまりにも無感情すぎるため、人間味のあるデュオに感情移入しやすく主役感を感じる方も多くいます。ただ、作中では敵を欺くために
味方から強烈なパンチをもらったりと、ひたすら不憫な目に遭っており、アニメ版を見る限りでは、主人公を差し置くほどの主人公ムーブをしているわけではありません。一方で、その人気から、外伝や派生作品でも、非常に扱いが良く、小説ウィング外伝、右手に鎌を、左手に君を、では、主人公に抜擢されているほか、エンドレスワルツをベースに、テレビ版の内容を再構築した漫画、敗者たちの栄光では、序盤が、デュオの視点で物語が描かれていくため、実質的な主人公へと格上げされていました。また、ガンダムウィング30周年に投稿された、ゼロからわかるガンダムウィングでは、デュオがナレーションを務めるなど、ヒーロやリリーナ並みに目立っています。なお、その陽気さからクロスオーバー作品では、ガンダムパイロットの中では、トップレベルに、他キャラと絡みがあり、スパロボエルでは、ヒーロよりも先にプレイヤー側に参戦するなど、ヒーロ以上に主人公感がある扱いをされるケースも多々存在します。キンケドゥナウ。続いて、クロスボーンガンダムから、クロスボーンヴァンガードの若きエースパイロット、キンケドゥナウです。ガンダム F91 で主人公を務めたシーブックワノーが名前を変えた姿で、立場としては、クワトロなどと同じく、主人公を導く前作主人公にあたりますが、実際の作中の活躍的には、トビアとのダブル主人公的なキャラクターとなっています。特に物語中盤まで、トビアがそこまでモビルスーツ戦に長けていたわけではなく、トビアが乗るガンダム、クロスボーンガンダム X3 が終盤の登場だったこともあって、キンケドゥがガンダムを操り敵と戦うというガンダム主人公の役割を担っていました。また、登場していた X1 がクロスボーンシリーズの主役機ということもあり、X3 に乗っていた頃のトビアよりも主役感が溢れていると感じていた方も多いのかもしれません。また、愛するセシリをベラロナの立場から解放する戦いに身を置くため、自ら名前を偽ったり、右腕を失う重傷を負ってでも愛する人のもとへ帰ってきたりと、愛する人のために全力で戦い続ける姿から、本作の真の主人公と語る方も少なくありません。最終決戦では、ラスボスにとどめを刺す役割は、トビアの X3 に譲りましたが、ライバルのガンダムに打ち勝ち、主人公といっても、差し支えのない活躍をしていました。なお、後発作であるクロスボーンガンダム、ゴーストでは、戦意をなくしたフォントの代わりに XO に乗ってザンスカール軍と戦うなど、再び前作主人公らしい貫禄を見せています。グエル・ジェターク。続いて、水星の魔女から、ジェターク社の御曹司、グエル・ジェタークです。当初は、学園ものによくいる典型的な俺様キャラで、とても主人公ポジのキャラではありませんでした。しかし、物語が進むにつれて、大切なものを守るために成長していく様から、裏主人公的存在として受け入れられていきます。特に、主人公である、スレッタが、世間知らずな一面を持っている上に、中盤以降、自分の意志がないような、歪んだ部分が明るみになっていったため、挫折を味わいながらも、好きな女性に少しでも近づこうと、懸命に前へ進むグエルの方が感情移入できる方も多いようです。また、自らの手で父親を葬ってしまったトラウマを抱え、一時期廃人と化してしまいますが、父親とのつながりをなくさないために再起するなど、どん底から這い上がっていく姿に、つい応援したくなってしまった方も多いのではないでしょうか。特に、水星の魔女は、全部で24話しかない中に、これでもかというほど、内容をタイトに詰め込んでいるにもかかわらず、15話では、丸々1話グエルの話が盛り込まれたこともあって、一気に主人公ポジに上がった印象を受けます。また、17話では、好きな女性を暴漢から守ったり、仲間たちからの声援を受け、トラウマを乗り越えて、初めて宿敵に勝利したりと、圧倒的な主役ぶりを見せていました。このあたりでは、主人公のスレッタが前に進んでいなかったこともあって、余計にグエルの成長が際立っていたのではないでしょうか。その後も、シャディクとの壮絶な絶戦や、弟との死闘など、最終決戦まで主人公ポイントを貯め続けたことで、真の主人公と言われることもあります。ということで以上、主人公よりも主人公をしているキャラ8選でした。個人的には、ガンダム作品の主人公といえば、挫折や苦労を味わいながらも、作中で大きく成長していく人物という印象があるので、シードデスティニーのキャラは、主人公として認めたくない派だったりします。皆様は、主人公に、どんな人物像を求めますか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。
チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただけたら、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。